今回は、私が2017年頃に自作したカーフメーカーという器具を紹介します。カーフメーカーという名称は、ブリッジシティツールワークスというメーカーが製造している木工器具の商品名ですが、他に適切な呼び方が思いつかないため、この動画ではカーフメーカーと呼びます。カーフメーカーは、木工作業で非常に役立つ器具です。特に、溝加工や合垣加工の際には非常に便利で、頻繁に使用しています。今回は、この器具の使い方と、自作カーフメーカーを使って十字合垣加工を行います。インターネットでカーフメーカーを検索すると、多くの結果がヒットします。YouTube には、商品そっくりなものから簡易的なものまで、様々な形状のカーフメーカーの作り方を紹介する動画が数多くあります。私が作ったカーフメーカーは単純な構造で、パーツは2つしかありません。上下のパートとネジが2箇所のみです。下のパーツにはストッパーとレールがついています。上のパーツは、下のレールをスライドする溝と上部にネジが通る溝があります。後ろから見ると、凸凹の形をしています。上下はネジで固定されています。まず、ノコ刃の厚さの設定を行います。この器具では、後ろについているネジでノコ刃の厚さを設定します。ノコ刃の厚さを設定するには、端材を利用します。端材を縦、横にカットして貼り付けると、ノコ刃の厚さを測る器具になります。カットしてできたピースを貼り付けるとノコ刃の厚さ分の段差ができます。この段差にネジを合わせると、ノコ刃の設定ができます。テーブル層の高さを、書き取る高さに合わせます。次に、差し込む板材の厚さの設定を行います。この厚みは溝の幅を決定するために使用されます。カーフメーカーをセットして、板材を加工します。カーフメーカーの向きを変えて、材の端をネジに合わせます。これで、材の厚み、ノコ刃の厚みが設定されました。溝加工を行います。2つのノコ刃の間を書き取ります。これで板厚部の溝ができました。溝幅は、ノコ刃の厚みを設定するときのネジの出し入れ加減、板の厚みを測るときの力加減や、板の硬さによって微妙に変わります。これは、この器具を作って、何度か使用するとわかると思います。134×134mm の十字合垣を作成します。この作業では、幅が14mm、空きが16mmの設定で、
ピッチは30ミリとなります。本番前にシミュレーションを行います。これにより、作業手順が明確になります。この状態でカット。カーフメーカーを左右に反転させ、ノコ刃の幅をセットしたネジに板材を合わせ、カット。これで、溝幅1が完成します。次に、板材を左右反転させ、ネジに合わせてカットします。カーフメーカーを反転させ、カットを行います。これで溝幅2が完成します。次に、30ミリ移動します。30ミリ幅の板をセットすると、30ミリ移動します。この状態でカットを行います。カーフメーカーを反転させ、カットを行います。これで溝幅3が完成します。板材を最初の状態に戻し、カットを行います。最後に、カーフメーカーを左右反転させてカットを行います。これで、溝幅4の完成です。出来上がった溝幅の間を書き取れば完成です。本番です。パーツの中心に線を引きます。左右から線を引くことで中心線を割り出します。次にカーフメーカーに板材の幅をセットします。これにより正確なカットが可能となります。テープを使って各パーツを一つにまとめます。板材にカットする墨線を引きます。墨線はあると作業が楽です。テーブル層の刃の高さを先ほど引いたパーツの中心線に合わせます。ここからの作業はシミュレーションと同じです。テーブル層で完全に書き取れない部分があるので、ルータープレーンでできるだけ平らにします。テープをカットしてパーツをばらす前に印をつけておくと組み立てるときに分かりやすいです。印を合わせながらパーツを組み立てていきます。きつめにできています。完成です。こんなものも作ってみました。
なんか変だなぁと気づいたあなた。素晴らしいです。アジサイの花が我が家の庭を彩っています。花びら一つ一つが雨の恵みを告げるかのようです。ピンクのサファニアが風に揺れています。鉢植えはミリオンベル。ひまわりもどきも咲いています。まるで夏の太陽を待ちわびているかのようです。もうすぐ梅雨が明け、本格的な夏がやってきます。マロンが生まれて4ヶ月目。外の世界にも慣れてきて余裕でお散歩です。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。いいねボタンも押していただくと制作の励みになります。よろしくお願いします。